はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は1月後半の星の補足説明とタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードの7、ペンタクルスの9逆、節制、ワンド8逆、吊るし人の逆、タワー、女帝。はい、気をつけることや対策が、ジャスティスの逆と、ペンタクルス2と、オラクルは、じゃん、カップの6です。そうですか、すごい濃いですね。濃い1月後半。まず1月後半の中で大事なタイミングっていうのが1月19日が新月になります。で、この新月っていうのは、とても魚座さんにとってはね、未来を見ていく、未来を見ていくときに大事なこと、自分が一番大事にしたいこと、なんか本質は何ですかみたいなところをどしっとガシッと決めていただけたら、それを基準にして流れていくよっていうタイミングになります。で、特に1月の20日からは、太陽が水亀座に入り、さらに火星というバイタリティも23日からはね、水亀座に入るということで、魚座さんからすると、なんか戦っていくとか、そういう文句を言うとか、そういうエネルギーがすごく鎮静されていくというかね、委ねますみたいな感じになってくるかもしれません。そして、ちょうどお誕生日の前って少し、なんかナイーブになったりとか、なんか調子が悪いなって思う人も多いと言われているんですけども、もしそうだったとしても、誕生日に向けて自分が新しい光を受けるに対して今挑戦してるんだなっていうふうに思っていただいたらいいと思います。なので1月20日以降っていうのは少し気持ち的にですよ、休憩期間というか、もうちょっと温泉行こうとか、サウナ行こうとか、自分のなんか毒素を出してクリーニングするっていうのかな、なんか波動調整する時期っていうふうに思ってもらってもいいんじゃないかと思います。そして、カードで見たときに、なんだか、今おそらく未来を見てると思うんですね。ご自身にとっての未来。こうなったらいいな、こうしたいなって、特に1月ですし、2026年はこうしたいな、みたいな思いあると思うんですけど、少し前は、それがものすごくクリアだった。これ2026年はやっと土星も抜けるし、特にね、2月の14日以降ですけど、土星も抜けるし、こうしてああしてっていう意識があったり、それってものすごく自分にとっては理想のような感じがあったと思うんですね。で、それに対して今すごく動いている、変化している、変化に対応しているという形で、とてもスムーズなんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてるような感じでも展開が早い流れの中に今いらっしゃるんだろうなって思うんですね。ただ何か一つだけちょっと気になることがあって、魚田さん自身が何かを気にしてますよね。なんかこれって誰かに対しての裏切りになるんじゃないかなとか、これってなんか法的に大丈夫なのかなっていうことかもしれないし、なんか隠れていたいとか、隠れなきゃいけないような感覚っていうのがあるかもしれません。やっぱりここでソードの7とかソードの5が出るっていうのは、ちょっと後ろめたい感じがあるんですよね、ご自身の中に。で、自分でも正々堂々とするというよりも、なんかこっち行きたいから行くって分かってるんだけど、なんかちょっと後ろを気にしてるみたいな、そういうような感じがあったり、自分には正当な、意見や、権利があるから、それを駆使しますって言ってても、なんとなく誰かに何か言われるんじゃないかなみたいな気持ちがあったりっていう。でもこの2つのカードがここに出てくるってことは、その事実がどうっていうことではなく、魚座さんの中になんとなく気が引ける部分があるんじゃないかな、何かに対してって感じがあるんですね。でも実際はその計画っていうのはものすごく夢のように素晴らしい、その正当なものだし、そのことで動いているしって感じがあるし、それは自分に将来的な自分にとってもすごくプラスになることだっていうのは分かっている。ですけど、なんかここから急になんか動きが止まるというか、動きづらくなる感じがあるんです。これ一時的なものだから心配しないでほしいんですけども、特に1月20日以降ってさっき言ったちょっと温泉でも入って、ゆっくり癒してね、みたいな、波動調整してねっていう時だから、ガンガンに表で、ガンガンにやっていくっていうよりは、休憩もしましょうね、みたいな、昼間やっぱり元気に遊ぶためには夜寝なくちゃね、みたいな感じがあるんですけど、
なので少し身動きが取りづらい状況になるかもしれません。でもそうなったらなったで、じゃあその状況の中で気づくことがあるんですねって思っとけばいいだけなので、止まったら止まったで気づくじゃないですか。なんか早く進むことだけがいいわけじゃないのでね、何かこういうことで大きな気づきがあるみたいなんですよ。大きな気づきが。で、その大きな気づきがあった上で、ちょっと軌道修正しますみたいな。違ってましたとか、こっちじゃなかったですっていうような形で、ちょっと一時それを中断したりとか、方向転換する出来事があるんだなと思います。で、なんでそれが起こるのかって言った時に、最初に感じていた、どこかしら感じている後ろめたさとか、気になることっていうのが、あるんだなって言ったんですけど、それに対しての誤解だったりとか、気づきがあって、そうでしたか、みたいな感じで、ちょっともう自分が勝手に想像していたストーリーがガラガラと崩れ落ちるみたいな感じがあるんですよね。でもこれはすごくいいことですよ。その後めちゃくちゃスッキリしてるから。なんかすんごいスッキリしてるから。自分の中の矛盾とか、なんか後ろめたさっていうのが全部クリアになって、よかったっていう、なんかやっぱりその本来魚座さんが持ってる良さ、美しさというか優しさというか、そういうものがちゃんと出てきてるよっていうふうに言われてます。なんかこのカードとこのカードすごい対照的なんですよね。こっちはもう本当に優しさでいっぱい魚座さんに適してるなって感じがするんですけど、従来持っている自分の優しさや愛情っていうのは他者に分け与えているっていう感じなんですね。で、本来その独特な感性で、お仕事したりとか、誰かに対して、何かをしてあげたいっていう気持ちとか、その優しさっていうのはすごく溢れるほどあるのに、なんかそうじゃない自分になっているっていう感じ、その違和感っていうのがあったんじゃないかと思うけど、それがちゃんと自分で軌道修正できるよって感じで出ています。ただ頭の中で考えてるだけだと、どっちがいいんだとか、どっちが得なんだとか、どっちが正解なんだっていうふうにね、見てしまうと、なんかだんだんわけがわからなくなるみたいな感じがあって、正解不正解って一言では言えないって感じがあるんです。だって A さんからしたらもちろんこっちが正解なんだけど、B さんからしたらそれは完全に不正解になりますみたいな、それぞれの中にそれぞれの正義があって、それが一致しないのは当然のことっていう感じがあるので、そこを全部統一させようとすると難しい。なのでうまく回してくださいみたいな感じで言われてます。こう、綺麗に白黒はっきり分けようとしたりとか、なんか決着つけようとしようとすると、どちらにしても不具合が起きる。だけど、そこはうまく臨機応変に対応していけば、どちらもが活かされるみたいな感じの、カードだなと思ったので、で、本来、魚田さんはこれが得意なはずなんですね。臨機応変に立ち振る舞う、白か黒かはっきりつけないみたいな感じが得意なんですけど、なんかそこまでにはっきりするような出来事があったのかなっていう感じがありますが、でもすごくこの吊るし人とタワーっていうカードが特徴的で、自分の中で一旦止まって何か大きな気づきがあった後に、自分が間違えて作ったもの、間違えてまたすいませんって言って、なんか壊してるみたいな、そんな感じがあるんですけど、判断の材料としては、本来自分の中にある感覚に従ってくださいっていうふうに言われています。恐れから来る判断とかではなく、もともと持ってる自分の優しさや愛情で物事を見たときに見えてくるよねって、これはとっても魚座さんらしいエネルギーです。優しいです。溢れてます。愛情も豊かさも慈愛も。そっちに戻るというか、もう一度そういう自分っていうものを思い出すんだなって感じがします。誰でもそうなんですけど、一時的にちょっと、なんか、そういう理屈とか正論ばっかり考えて、自分らしさが、どっか行っちゃってたなってことってありますよね。そこが軌道修正されるんだなって感じがしましたし、実際今星の動きで見てもそういうエゴとか、社会的にどうとかっていうのがだんだんこう、薄れていくよっていうタイミングなので、とってもいい気づきがあるんだろうなと思いました。はい。で、お仕事のこと見てますね。仕事。ペンタクスの4。ソードの6。女帝、また出ましたね。女帝2枚出てきましたね。お仕事のことに関して言うと、最初に少し何かを投資するとか、お金を払うとかしてでもなんか得たいものがあるって感じがあって、それは得られる感じがしますし、仕事の流れとしても、
すごい自分では必死なんだって思うかもしれないけど、ちゃんと進んでいけるよっていう感じが出ているので、それがたとえ、ギリギリみたいな感じだって自分では思ったとしても、進んでいける。ちゃんといい方向に進んでいき、そして最終的には、女帝というカードが2枚も出ているので、これはとっても豊かな、芳醇なエネルギーです。芳醇。自分から生み出せる感覚もあり、愛情もあり、優しさもあり、豊かさもありっていう感じなので、なんか仕事を通しても、やっぱりこれ好きだな、みたいなことを感じられるのかもしれませんね。ちょっとお仕事じゃなくて人間関係見てみますね。ワンドの6。カップの6。すいません。666って。ね、6すごい出てる。オラクルもカップの6なんですよ。そして、人間関係で見た時もカップの6出てるんですね。で、ワンドの6も出てるし、ソードの6も出てるってことで、6っていうのはすごく広がるエネルギーですよね。流れていくとか、順調にいくとか。そういった数字なので、人間関係においても、よかったねって、気にすることなかったねっていうことで、勝利のカードが出てますし、なんか懐かしい感じ。やっぱり自分が損得関係なしに何かをしてあげたいっていう思いが、もう一度出てくるのかもしれないし、そうしてもらうのかもしれませんね。実は自分が与えているように感じてたけど、自分が与えられていたということにも感じるのかもしれないし、とてもそこからまた新しいペンタクスエースということで、ここから新しく育っていくものがあるよっていうふうに言われているので、いい関係が続いていくんだろうと思います。ただ、全く新しい関係を作ろうというのも可能ですし、こういうのが出てるから。だけどなんか前からの知り合いとか、昔からの知り合いとか、何かしらですでに関わってた人との関係性っていうのがまた良くなるっていうのもあるなっていうふうに感じました。はい、そんな感じかな。最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますが、もし何かしらここまでで分かりましたよ、通じましたよという方、もしくは自分なりに、こうやったら活かせるなって分かった方は、ぜひいいねボタンや、チャンネル登録やコメントで教えてください。では最後にもう一枚引いてますね。魚座さん。これかな、このカード。いかがですか？これを見て何かしら感じることがあれば、皆さんで感じてみてください。これなんか不思議な絵ですよね。私も好きです、このカードとっても。なんか、ね、何を想像しますか？いや、小川さんは絶対想像力が豊かだから、ここから何かメッセージを受け取れるはず。あえて私言わないでおきますね。はい、感じてみてください。ということで、何かしらお役に立てたら嬉しいです。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。